はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は CVJ メイです。先日レビューしたジョイブル振動モデルこのかと同じ CVJ なのね。この子はブルブルしないの？しないの？そっか、ちょっとがっかり。こないだのこのかとメイどちらもエンジェルダックオーディオストアさんから送ってもらったんだわ。メイは発売からはちょっと日が経っているけどあるポイントに惹かれてレビューすることにしたんだよ。ああ、モデル名かな。ミルクのみってフェイスプレートに認知されてるから。まあポイントではあるけどジャックさんがそんなとこに惹かれるわけないでしょ。海外ではワンポイントとしてちょっとオリエンタルな感じがするのかもね。この文字は中国語でメイ、モデル名そのものなんだよね。日本人からすると見慣れてるからいっそ梵字とかの方がクールに感じるかも。クールね。寒いの？おい、ちょっと脱線しちゃったけど枯れた部分はドライバー構成だよ。 1DD プラス 2BA のハイブリッドなんだけどこのか同様ちょっと面白くてね。なんだ、やっぱりブルブルするんじゃん。だからしないの。面白いのはそこじゃないんだってばよ。こういうことよ。メイのドライバー構成はダイナミックドライバー1機と BA が2機。その BA を別々にオンオフできるのが特徴なの。へえ、ちょっとこのかに似てるのね。っていうかこのかがメイに似てるのよ。後発だから。はい、愛ちゃんありがとう。これも BA がどんな役割してるのか見られるんでちょっと楽しみなんだ。価格が1万切るくらいなのでエントリーモデルの次のステップという感じですね。どのモデルもそうですけど音を聞かないでポンと買うにはちょっと勇気いります。そりゃそうよ。このレビューで少しでもメイのこと把握してもらえればいいじゃん。同梱品は普通ね。この先端でスイッチ切り替えするんだろうね。金属よりこういうプラ素材の方が本体が傷つきにくくていいかも。イヤーチップとケーブルは変えた方が良さそうだな。そのようですね。サイズ、重さは上の通りで 20mm を切る厚さは薄い方ですね。ステム分解は金属製で重くはありませんが存在感あり、小型で装着感はいいです。じゃあそろそろ波形を見ていきたいね。そうね。じゃあまずチューニングスイッチオフの 1DD の状態からね。あれ、なんか広域が全然なくない？ないね。聞いてみたけどこれはちょっとどういうシチュエーションで使えばいいんだろうって思ったわ。2つの BA がオンになった時にいいバランスになるためのベースのようだね。イヤピで調整後のってレベルじゃない。低域、無音だね。次は BA を入れた状態。音量も当然変化するから載せておいた。スイッチ1オンでまずノウルズの BA が作動。でもこれじゃあまだ足りない。この辺がスイッチオフの時とあまり変化ないよね。もちろんないよりはいいけど。次はスイッチ2オン。これでカスタム BA が作動してレベルも一気に3デシベル以上上がった。これでよく見る波形になったんじゃない？そうね。でもなんかもう別物じゃん。音楽をメインで聴く場合基準となるセッティングはこれだろうなーって思った。ちょっとこの辺りのピークがきついなとは思う。低域とのバランスは取れてきた。最後にスイッチ1もオンにして 1DD プラス 2BA の状態に。変化は超高域のこの部分が出される形になった。ここまで見ていただいたのはレベル変化をそのまま反映させたものなのでレベルを合わせてみるとこうなる。レベルを合わせた方はスイッチにオンにするとレベルが上がりその内訳が高域なので相対的に見て低域が下がったように見える。入力シーリングは0デシベルで上限が決まっているから上がった分どこかが下がって帳尻を合わせてると言えばいいかな。分かりづらかったらごめん。結局この2つがリスニングにはいいんじゃないかという結論。工程のバランスも悪くない。じゃあこれを基準にサウンドチェックで聞き比べてみようか。そうね。じゃあスイッチ01で 1DD プラス 1BA カスタマイズ BA がオンのパターンを音調整の基準にして他のパターンを聞き比べてみよう。スイッチ01が基準だからこの2つは当然ちょっとこもった感じになる。スイッチ11の超高域の変化は収録音でわかるかどうか。でも波形としてはしっかり現れてる。収録環境はこんな感じでリケーブルしてバランス接続。イヤーチップはスピンフィット W1 を使用したよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
チェックでした。結構違いがはっきりしていましたね。そうだね。スイッチ01と11の広域は実機だともっと伸びやかなんだけど、収録音だと鋭さばかり耳についてしまう感じでちょっと残念。音収録を箱出ししてからあまり時間が経っていない時にやったんで、ある程度音出しした今聞くとしなやかで伸びのあるサウンドに変化した印象だね。スイッチ10は少しウォームな感じで聞きたい時には使えそう。スイッチオールオフの 1DD だとどんなシチュエーションが合うのかちょっとわかんないな。今回も BA の役割がどの帯域からなのかはっきり分かる点はいいですよね。確かに低域据え置きで広域の調整にフォーカスしているのも面白い。今回音調整の基準にしたスイッチ01で聞いた印象はどんな感じ？そうだね。まず高低のバランスは悪くないけど、見ての通りこの帯域が弱いよね。だからボーカルをしっかり聞きたい場合は不向き。インストだったらそこまで気にはならなくて、メロディーのサックスが耳につくなんて感じる場合はむしろこの出方の方がいい。低域はボはつかずしっかり下支えしてくれてる。中域も特に問題なし。広域はここが突出してるんでどうしてもシャキシャキした感じになってシンバル系はうるさく感じるし、ボーカルの自殺音も割と気になる。ある帯域だけ突出しているとそこが目立つ分空間に余裕がないというか狭く感じる。スイッチ10のセッティングで抑えてもダメですかね？確かに抑えられるんだけど、これだと今度はここが出なさすぎなんだよな。だからやっぱりスイッチ01か11をベースにこんな風に EQ で音を作りたくなるわ。ああ、またハマーンっぽい調整になってる。ハーマンだよ、ハーマン。まあ好みなんで仕方ない。でもボーカル中心に聞くならこっちのカーブの方がいいと思う。単に前に出てくるだけでなく中広域以降の帯域に余裕が生まれ空間も見えるように感じるから、これなら聞き疲れもしにくくなるし何より耳に優しい。同価格帯の最近のモデルだと 7Hz ソナスとかは最初からこのバランスっぽいね。聞きやすくて文句のつけようがなかった。といったところでスイッチ切り替えで BA のオンオフができるのはいいと思うけど、その調整幅と全体的なチューニングが今一つと感じたね。チューニングスイッチと EQ 調整で音作りを詰めていくとかなり良くなるのは間違いないので、そのあたりを楽しめる人向けという印象だったよ。そうですか。あまり細かい調整は愛には向いていないのでこれはスルーかな。愛ちゃんはこないだソナス買ったもんね。そうなんす。ソナス買ったんす。おお、クール。寒ー。このかがなくてもブルブルしちゃうよ。最後で一気に脱力しちゃいましたが、チューニングスイッチ付き 1DD プラス 2BA モデル CVJ メイのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。